節約しているつもりなのになぜか食費が軽くならない。無駄遣いをしているつもりはないのに買い物から帰ると冷蔵庫に同じものが入っていた。実はその原因は買い方そのものではなく家を出る前の台所にありました。こんにちは、黄金の暮らし手帳です。今日は買い物かごに入れる前に少しだけ立ち止まるための台所習慣をお話しします。お店に着いてから特売の札を見ながら今日は何が安いかしらとお得なものを探していませんか？卵が安い、お肉もお野菜もお買い得、そう思ってカゴに入れた時はちゃんと節約できている気がしますよね。でも重い袋を抱えて帰宅し冷蔵庫を開けた瞬間、野菜室の奥にまだあったと気づく。70代年金暮らしの鈴木恵子さんも何度もそんな経験をしていました。その度にちゃんと考えて買っているつもりなのに節約が下手なのかしらと心細くなる日もありました。でもつい買ってしまうのは意志が弱いからではありません。家にあるものが見えにくくなっているだけなんです。特別な節約術ではありません。難しい家計簿も細かい計算も料理上手である必要もありません。冷蔵庫の見方、やらないことの決め方、使い切るための整え方まで順番にお話しします。この動画を見終わる頃にはスーパーに着いてからお得なものを見つけなきゃと焦る気持ちが少しずつ落ち着いて、家にあるものを思い出しながら必要なものだけを落ち着いて選べるようになります。今日から家を出る前のたった5分を味方にしてこれからの食費と買い物前の焦りをぐっと軽くしていきましょう。一つ目の習慣は買い物前に台所を買い物リストに変えることです。買い物へ行く前、ノートの切れ端に人参、豆腐、牛乳とちゃんとメモを書いているのになぜか余計なものまで買ってしまう、そんなことはありませんか？実は買い物メモは買い忘れを防ぐため、一方台所を見ることは買いすぎを防ぐためなんです。無駄買いを減らしたい時に最初に見るべきは買い物メモではありません。まず見たいのはお家の台所です。冷蔵庫、冷凍庫、野菜室、食品棚、ここを先に見るだけで今日買うものだけでなくまだ買わなくていいものまではっきり見えてきます。台所は一番正直な買い物リスト、そして食費を守ってくれる場所でもあるんですね。恵子さんも以前は朝冷蔵庫を見たはずなのに夕方お店に着く頃には中身をうろ覚えのまま買い物をしていました。豆腐はなかったかしら、納豆もそろそろ切らしていたはずと思いながらいつものものをカゴへ入れる。けれど家に帰って冷蔵庫を開けると奥から同じ豆腐がひょっこり出てくる。野菜室にはしんなりしたきゅうりが残り、冷凍庫には先週のお肉が眠っている。そしてまたやってしまったと小さくため息。でもこれは記憶力の問題ではありません。冷蔵庫の中は毎日少しずつ変わります。昨日半分だけ使ったもの、奥に追いやられて見えなくなったもの、冷凍庫に移したまま忘れていたもの、あなたも思い当たるものはありませんか？人の記憶は思っているよりも曖昧で、頭だけで覚えておくには台所は意外と情報が多い場所。だからこそ記憶に頼るよりお出かけ前の数分で目で確かめることが大切なんです。見る場所は3つだけです。1つ目は冷蔵室、上の段、下の段、ドアポケット。2つ目は野菜室と冷凍庫。早く使いたい野菜や忘れていたお肉が隠れていることがあります。3つ目は食品棚。乾麺、缶詰、乾物、調味料も見えない場所にあるとつい同じものを買ってしまいます。確かめるときは
スマホで写真を撮ってもいいですし、手書きメモでも十分です。豆腐あり、卵あと2つ、きゅうり早めに使う、冷凍庫に豚肉あり。きれいに書くことより自分が見てわかることの方がずっと大切です。そしてお出かけ前にもう一つだけやっておきたいことがあります。早く使い切りたいものを手前に出しておきます。賞味期限が近いもの、傷みやすい野菜、先に使いたい冷凍庫のお肉、それぞれをすぐ目に入る場所へ移すだけ。見えないものはどうしても忘れやすくなります。でも見える場所にあるだけで、あ、これから使おうと思い出しやすくなります。台所を整えることは見た目のためだけではありません。今ある食材に気づいて次の無駄買いを減らすための小さな工夫でもあるんです。2つ目の習慣は、チラシを広げる前に必要なものを見ることです。新聞の折り込みチラシやスーパーの携帯アプリ、朝色鮮やかな特売の情報が目に入ると、今日はこれがお買い得ねと嬉しくなりますよね。少しでも安く買おうとするのは家計を支えるための大事な工夫です。でもここに一つ見落としやすい落とし穴があります。チラシや特売の情報を見すぎると、いつの間にか家に何が足りないかより何を買えばお得かに気持ちが向いてしまうんです。牛乳が今日だけ安い、お肉が半額、お野菜が今だけお買い得。見ているうちに買う予定のなかったものまで気になってくることはありませんか？今買わないともったいない、今日買った方が得と思うほど買う理由がどんどん増えてしまうんですね。実際には冷蔵庫には卵がまだ残っていて、野菜室には先に使いたい大根がある。それなのにチラシを先に見てしまうと、自分の台所の都合よりもお店の特売の都合に気持ちが引っ張られてしまうんです。だから大切なのは、安いから買うではなく、必要なものが安くなっていたら買うという順番です。チラシを広げる前にまず台所を見る。それだけで今買っておかなきゃという焦りが落ち着いて、本当に必要なものだけを選びやすくなります。恵子さんも以前はまず家でチラシを確認して、少し遠くのスーパーまで自転車を走らせていました。けれど予定になかったものを買って結局使い切れずに傷ませてしまう。どれだけ安く買えても最後はもったいない気持ちだけが残ってしまいました。それから恵子さんはチラシとの付き合い方を変えました。安いかどうかではなく、今の台所に必要かどうか、そう心に決めて、チラシを開く前に必ず台所のチェックを済ませるようにしたんです。チラシは買うものを増やすためではなく、我が家に必要なものを確認するために見るものです。今日はそれが少しお得になっているかどうか、答え合わせとして見るくらいがちょうどいいんですね。チラシを見ることをやめる必要はありません。まずはチラシよりもお家の台所、見方の順番を変えるだけ。それだけで売り場で迷って疲れる時間はぐっと減っていくんです。次は台所にあるものをどう使い切るかを見ていきます。3つ目は使い切りたい食材から献立を3つだけ決めることです。節約のためには1週間分の献立をきっちり決めなければ、そんな風に思うのも食材を無駄にせず家計を大切にしたいからですよね。月曜日は煮物、火曜日は焼き魚、先まで決めておけば確かに無駄は減りそうです。でも毎日の食卓は予定通りには進まないものです。体調が優れない日もあれば、急に予定が変わる日もあります。思ったより疲れて簡単に済ませたい日もありますよね。それなのに献立通りに作れなかった、食材を使い切れなかった、そう感じると節約が気持ちの負担になって続かなくなってしまうんです。
だから献立はきっちり決めすぎなくて大丈夫です。まずは使い切りたい食材を3つだけ選びます。あなたの冷蔵庫にも早めに使いたいものが3つはすぐ見つかるかもしれません。例えば野菜室のごぼう、冷凍庫の鶏肉、賞味期限が近い厚揚げ。この3つが見えたら、ごぼうと鶏肉で煮物、厚揚げでお味噌汁、残った野菜で炒め物、これくらいのざっくりで十分です。献立を細かく決めなくても、今ある食材から3品決まるだけで買い物の軸ができるんです。恵子さんの食卓にもいつも大まかな3つの軸がありました。1つ目は野菜室の残り物を入れる具沢山のお味噌汁。2つ目は残ったきのこや野菜の卵とじ。3つ目は冷凍庫のお肉や魚を使う焼き物や煮付けです。いつもこの3つを軸にしていたので、毎回ゼロから献立を考えなくて済みました。スーパーへ行った時も、今日はこれを少しだけ買い足そうと判断しやすくなりました。あとは冷蔵庫の残り物を見ながら、その日に食べたいものや季節の野菜で気楽に組み立てればいいんです。もちろん今日はカレーが食べたい、今日はお刺身が食べたい、そんな日があれば食を楽しむことも暮らしの大切な喜びです。ただ毎回料理を先に決めると、必要な材料を揃えたくなり、買い物の量が増えていきます。そして少しずつ半端な食材も残っていく。反対に冷蔵庫にあるもので何が作れるかと考えると、買い足すものはぐっと少なくなります。献立を決める目的は毎日自分を縛るものではありません。お店で迷わないための小さな道しるべです。使い切り献立とは、今ある食材を主役にするゆるい予定表なんですね。全部決めなきゃから3つだけ決めるへ。何が作れるか思いつかなければ、今は便利な時代です。スマホのアプリにキャベツ、豆腐、卵と材料名を入れるだけで献立を提案してくれます。食材を買い足さなくても、今あるもので一品作れた時の小さな達成感が次の使い切りにもつながっていくんです。そして次は買うものを決める前にお店で迷わないための線を引いておきます。4つ目は買うものよりやらないことを決めることです。ここまで家にあるものを先に見て買いすぎを防ぐお話をしてきました。でもスーパーでつい無駄買いしてしまう理由は、家にあるものを忘れた時だけではありません。あなたもいつものお買い物を振り返って、お店でついやってしまう行動はありませんか？疲れている日にお惣菜売り場を覗いてしまう、レジ前の甘いものについ手が伸びる。こういうことは誰にでもありますよね。だからこそ自分の気持ちが揺れやすいものや場所を家を出る前に避けるものとして決めておくんです。それは決して苦しい我慢ではありません。自分の買い癖を先に思い出して、帰宅してから後悔しないための事前準備なんです。具体的に思い出したいのはこの3つです。1つ目は買わないもの。お惣菜は1つまで。使い切る予定のない大袋は買わない。2つ目は超えない金額。今日は3000円まで。買い足しだけの日は予算を少なめにしておきます。3つ目は寄らない売り場。新商品の棚など最初から近づかないルートを選びます。お店に着いてから決めようとすると、賑やかな雰囲気や本日限りの札に気持ちが揺れてしまいます。だからこそ家にいるうちに先に線引きをしておくんですね。恵子さんも以前は買うものだけをメモして出かけていました。でも売り場に着くとどうしても特売に足が止まり、帰る頃には買い物袋がずっしり重くなっている。家に着いた瞬間、また今日も買いすぎちゃったなとため息をつく日が続いていたそうです。そこで改めて
自分の行動を振り返った時、お店に入った後には思っていた以上に誘惑が多いことに気づきました。買わないもの、超えない金額、寄らない売り場、この3つのやらないことは自分を窮屈にするためのものではありません。家にいる落ち着いた自分がお店で迷いやすい自分をそっと助けてくれる、そんな小さなお守りなんですね。あなたも次の買い物前に買うものリストの横にやらないことも3つ書いてみてください。毎回守れなくても大丈夫です。自分の癖に気づくだけでも買いすぎは少しずつ減っていきます。そして今日は必要なものだけを選べたとほっとできる日が自然と増えていきますよ。次はいよいよ最後の習慣、買ってきた日に次の買い物を減らす準備をすることです。スーパーから帰ってきて重たい袋を台所に置いた瞬間、ほっと力が抜けることありませんか？今日はもう疲れたからとりあえず冷蔵庫に入れておこう。でも実はこのとりあえずが次の無駄買いの入り口になることがあるんです。奥に押し込んでしまった食材は思い出しづらくなります。気づいた時には野菜がしなびていたり期限が迫っていたりする。使い切れなかった食材を見ると少し胸が痛みますよね。だからこそ買ってきた日はしまうだけの日ではありません。明日の自分が慌てて買い足さずに済むように整える日、次の無駄買いを減らす準備の日です。そのひと手間は明日からの自分をちょっと楽にする助け舟のようなものなんです。やることは大きく2つだけです。1つ目は古いものを手前に出すこと。新しく買ったものは奥へ、期限が近いものや傷みやすい野菜は目に入りやすい手前へ。これだけでもまずこれを使えばいいと迷わず思い出せます。納豆、豆腐、ハムのようによく買う食材ほど定位置を決めておく。それだけであるかないかが一目でわかります。2つ目は食材を少しだけ使いやすくしておくことです。ここで大事なのは作り置きまで頑張らなくていい、そう思うようになったのは私自身少し無理をしていた時期があったからです。以前は煮物や酢の物など作り置きが何品も並ぶ食卓に憧れがありました。おかずが並んでいればそれだけで安心できる気がしたんです。でも実際には2日も続くと味も落ちますし、だんだん飽きて手が伸びなくなることがありました。やっぱり作ったその日が一番美味しいんですよね。それに風邪で1週間ほど体調を崩した時は料理どころではなくなり、冷蔵庫の中を見直す余裕もなくなってしまいました。だから今はおかずを完成させることより使い始めやすい形にしておくことを大切にしています。きのこをほぐす、ネギを切る、お肉を1回分ずつ分ける、そこまでで十分なんです。きのこがほぐしてあればお味噌汁に入れるだけ、ネギが切ってあれば冷ややっこにすぐ足せます。お肉が1回分ずつ分かれていれば今日はこれを使おうとすぐに決められます。夕方冷蔵庫を開けた時、料理を始めるハードルが低いと疲れている日でもこれならさっと作れると思えます。そしてお店へ行かずに済む日が1日増え、ついで買いや予定外の買い物も自然と減っていくんです。食費を減らすというと我慢することばかりを思い浮かべるかもしれません。でも家計を守る準備は出かける前の台所からもう始まっています。今あるものを思い出し、使い切りたいものを先に決める。そして買ってきたものを次に使いやすく整える。その一連の流れが食費も台所も毎日の気持ちにも安心を増やしてくれるんです。あなたのお家では食費の無駄を減らすためにしている毎日の工夫はありますか？よかったらコメントでシェアしてくださいね。無理なく焦らず台所から食費を守る習慣を一緒に育てていきましょう。